こんにちは。じゃあヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は、歩行器の注意点、使い方と解除のポイントってことで、歩行器ですね、こういったタイプのものです。はい、これを使って、歩行器の使い方と解除のポイントを紹介したいなと思います。使い方、ご自身で使われている方もね、結構このチャンネル見てくださっておりますし、解除するべきポイントっていうのもね、押さえていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、概要欄に URL 貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてください。では実際にね、歩行器使ってやっていきます。はい、では歩行器の、使い方まず説明していきますけど、この歩行器がテイコブリトルハイ2という商品になってるんですけど、これの特徴はですね、この赤いボタンで、ブレーキ、ロックですねがかけることができます。はい、左を押すと左のロックがかかりますし、右を押すと右のロックがかかります。はい、これでね、車椅子じゃなくて歩行器が動かない、勝手に動かないですね。どういう時に使うかって言ったら、座る時なんかに使います。はい、こういう感じですね。これがよく見かけるのが、このロックをかけない時、このロックの解除の仕方はブレーキを握るとこう取れます。はい、そうすると動きますけど、この状態で座ろうとすると車椅子と一緒で動いてしまう、こけてしまう、こういったケースもありますので、必ず座る際はここですね、ロックをかけて、左右ともにロックをかけて、この座面を出して座るようにしてください。はい、でこの座面を出したまま歩くとまた膝に当たって危なかったりもしますんで、必ず跳ね上げて歩くようにしてください。っていうのも、よく見かける転倒の例なんですけど、よくね、パーキンソン病の方とか足が思うように体重移動できない方で、歩行器だけがサキサキ行く方がいます。こういう感じで、はい、こう歩いてるんだけども、歩行器体の前傾が強くなって、どんどん歩行器と体の距離が開いていく人、はい、こうなるともう支えきれず膝でゴンとついてしまう。この転倒結構見かけますので、気をつけてほしいのは、必ずこれね、この座面があるとやっぱその分距離が出るので、座面を畳んでおいて、この中にできるだけ足を入れていく。はい、こういう感じで、これができずにどんどんこの歩行器だけが前に進んでいってしまうと、この分危ないので、歩行器がどんどん前に行きそうな場合は、それと一緒ですね、歩行器出してブレーキかけながら足を前に進める、歩行器出してブレーキかけながら足を前に進める、こういった歩き方が必要になってきます。はい、1、2、3ですね、3動作ですね。1、2、3、1、ブレーキ、2、3ですね。こういうやり方が、一番望ましいのかなと思うんですけど、これもできない、やっぱり操作面難しいってなってくると、後輪にですね、フェード付きのやつがあります。勝手に自動的に常に負荷がかかっているというか、常にブレーキがかかっているようなやつなので、どんだけ押しても、これはそのタイプじゃないんですけど、どんだけ押しても前に進まない、そういったタイプの車椅子じゃなくて歩行器もありますので、常にちょっとしたブレーキがかかっているような状態、そういった歩行器を選んでいただくっていうのが必要になってきます。はい、で実際歩く前に歩行器の高さを調整しないといけないんですが、高さの注意点は、低すぎると当然円背ですね、腰が曲がってきますし、歩行器が先前に行ってしまう原因になります。はい、で歩行器が今度高すぎると、それこそ支えにならないですね。上から乗れないので支えにならないので、そこまで歩行器としての意味がなくなってしまいます。じゃあどういう高さにした方がいいのかなんですけど、基本的には手首の高さに合わせてください。大天使に合わせるケースもあるんですけど、ほぼね同じ高さになりますし、円背がついてたりすると大天使だとちょっと高かったりもするので、手首ですね、手首に合わせていただくと、自然といい高さになります。これじゃまだ低いので、ちょっと上げる。はい、ここですね、ちょうど手首の高さ。そうすると持った時に肘がちょっと曲がって体重もかけやすいので、安全に歩行ができるといった感じです。はい、
じゃあこれを今の点も踏まえて、解除する場合、付き添う場合どうしていけばいいのか、説明していきます。はい、じゃあまずね、解除するってなった場合はね、高さ設定が大事なので、利用者さんに自然体で立ってもらった時に、手首の位置ですね。はい、だいたい今山田君にも合ってるかなと思います。これがちょっと膝が曲がってて円杯してる方だったら、手首の位置だったらもっと低い位置ですね。はい、ただ低すぎても、はい、これでもまだね高いですよね。なのでもっと低くもいいんですけど、これ以上ごめんなさい、下がらないんですよ。これが一番いい。これ、はい、この高さが、手首の位置にはなるんですけど、この状態で持ってもらうと、この円杯の方でも、操作がしやすくなってきます。はい、ただ円杯曲がってるから言って低くしすぎるとやっぱり円杯強くなったり腰痛めたりするので、ちょっとできるんであれば気持ちちょっと上げてあげる。その分手で支えるので腰がちょっと伸びたり円杯予防にもなってきますんで、その辺りはうまくね調整が必要になってくるところかなと思います。はい、じゃあ実際にもうちょっと高さ上げて山田君の背に合わせてちょっと使ってもらいましょう。はい、これでいいですかね。はい、でさっき言ったポイントでやっぱり歩行器と体の距離が離れていく、これがやっぱ危ないので、ここはまずは声かけですね。声かけの中で寄り添い付き添う中で離れないようにしてくださいと。で目安としては後ろの車輪と車輪の間に足が来るようにしてもらうと、それだけ、ここですね、車輪と車輪の間に足が来るようにするとそれだけ離れない、そこはまず意識してほしいです。とその翼足付きですね、後ろの翼足付きがない歩行器であればもう介助者が支えてあげます。前にどんどん行きそうになったらもう止めてあげたりとか、ブレーキをね握ってあげたりとか、ものによってはねこの前にもブレーキついてるのがあるのでそこを操作しながら一緒に歩くですね。で僕やったら大体横からついて、後ろからつく方もいますけど、横からついて、ここね液化持ってて、で歩行器も操作しながらしてあげると方向転換の時もねちょっと手伝いやすいかったりもしますので、僕やったら横につくことが多いですね。ただ膝折れが多い場合だったらやっぱりこの液化だけではこうぐっと支えきれない場合もありますので、体格が大きな方とかでしたら、なのでそういう時はもう後ろから入って膝折れが起きてもぐっと支えれるようにする。でもっとね介助量が必要になってきたら本当に脇の下から手を通して歩行器一緒に持ちながら歩く。はい、で歩く時のポイントは吉さんの足に合わせる。右出したら右、そうこういう感じで膝折れが起きた時にこれでこのままグッと支えれるし、歩行器が勝手に前行くのも防げますので、僕はこういった介助の仕方をしています。はい、でもう一つだけポイントがこの車輪ですね。この車輪なんですけど今360度回ってます。はい、この設定と90度しか回らない設定ですね。90度の設定と全く動かないようにもできます。タイヤが動かないようにもできます。はい、利点は、360度動くようにしてたらそれだけ小回りが利きます。はい、小回りが利きますね。はい、その場で回るぐらいの小回りが利くんですけど、このデメリットがタイヤの向きがたまに揃わない時があるんですね。段差とか石ころとかで、そうなったらちょっと動き出しにくい。その時に、やっぱりちょっと危なかったりもするので、これをするのはやっぱある程度動ける方、自立に近い方がやってください。はい、でもう一つ90度に設定すると小回りは効かないんですけどちょっと回ることはできます。はい、なのでこれで小回りしたい方は結構本当にタイヤ引きずったり歩行器ちょっと持ち上げながら動かしたり、そういう方が多く見られますね。はい、でもこれで使うのがね僕の中では一番使いやすそうな印象はあります。はい、でこれはタイヤの向きが勝手にねあちこち向きにくいのでまっすぐスッと動き出しはしやすくなります。はい、でもう一つはもう完全にロックしてしまう場合ですね。はい、これはもう横にね曲がる時に本当に引きずったりしないといけないので力がいったりするんですけど、その分直線に対しては安定するので、歩行訓練とか、本当家の中でね動線がはっきりしてるところとかはもうこれでいいのかなと思います。はい、ということで歩行器結構ねしっかりしてるものです。本当に乗っても倒れません。
シルバーカーと違ってかなりしっかりしてるものなので、ただ使い方一つで、転倒にもつながりますので、ぜひ注意して使ってみてください。ということで、今日は歩行器ですねの使い方と、解除のポイントを説明させていただきました。では山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、これ使う方なんですけども、たまに折りたたみの状態でこのまま使ってる方を見かけますたまにです。危ないですね。でこれでなかなかこのタイプはすぐね開くんですけど、押しても開かない、ちょっとロックがかかってるようなやつもありますからね。これもちょっと押しても開きにくい時とかもあるので、しっかりあんまりね閉じないのでそこまで変わらなく見えるんですけども、しっかりしてないところ転倒のリスクがかなり上がるので、下までしっかりカチッというかね、ガチッとしてください。はい、はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術やこういった福祉用具紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。